多くの言語では new でオブジェクトを作っても、それを消すコードは書きません。いつの間にか消えています。これを自動で片付けてくれる魔法と思っていると、メモリリークやパフォーマンスの問題にぶつかったとき、何も対処できません。メモリーは確保したら必ず返すべき資源です。あなたが返さないなら、誰かがもういらないと判断して返している。その誰かがガベージコレクターです。今日のテーマはたった一つ。もういらないを機械はどうやって判断するのか。ここをつかめば GC は魔法ではなくなります。GC を理解するには、まず GC がない世界を見るのが近道です。C 言語の世界です。C では、マロックで必要なバイト数を確保し、使い終わったらフリーで返します。確保と解放は、人間が手で1対1に対応させなければなりません。ヒープという広大な空き地があり、マロックはそこから一区画を切り出して、ここを使っていいよ、とアドレスを返す。フリーは、この区画はもう空きだ、と印を戻す。それだけのことです。問題は、この対応付けが人間の記憶力と注意力だけに委ねられていること。区画が一つ二つなら間違えません。しかし数千、数万のオブジェクトが生成と破棄を繰り返すと、人間は必ず取りこぼします。この取りこぼしが次に見る3つの災害を生みます。手動管理の失敗は大きく3つに分かれます。1つ目、メモリリーク。フリーを忘れる。区画は確保されたまま誰からも使われず、しかし空きにも戻らない。これが積もるとメモリーを食い尽くしてプログラムが落ちます。2つ目、ダングリングポインター。フリーした区画をまだポインターが指している。すでに他人に貸し出された区画を読み書きしてしまい、データが壊れる。多くの深刻なセキュリティ脆弱性がここから生まれます。3つ目、二重開放。同じ区画を2回フリーする。ヒープの管理情報が壊れ、予測不能なクラッシュを起こします。共通する根本原因はただ一つ。この区画はまだ使われているかを人間が正しく追跡しきれないこと。ならば、これを機械にやらせよう。それが GC の出発点です。ここで GC の核心となる発想の転換が起きます。このオブジェクトはもういらないかを直接判定するのは難しい。未来に使うかどうかは誰にもわかりません。そこで GC は問いを言い換えます。このオブジェクトにまだたどり着けるかと。プログラムが現在アクセスできる出発点をルートと呼びます。実行中の関数のローカル変数、グローバル変数、CPU レジスター。ここが今手に持っているものです。ルートから参照をたどっていって到達できるオブジェクトはこれから使われる可能性がある。生きている。逆に、どのルートからもたどり着けないオブジェクトは二度とアクセスできない。それはゴミです。注目すべきは、たどり着けないオブジェクトはもう使わないのではなく、使いたくても使えないという点。だから安全に回収できる。GC が回収するのは、この到達不能なオブジェクトだけです。到達可能性を判定する最初の素朴な方法が参照カウントです。Python や Swift が採用しています。各オブジェクトにカウンターを一つ持たせます。今、自分を指している参照の数です。新しい参照が増えればカウンターをプラス1。参照が外れればマイナス1。そしてカウンターが0になった瞬間、そのオブジェクトは誰からも指されていないので即座に解放します。利点はゴミになった瞬間に回収できること。メモリーが滑らかに返り、後で見る、一瞬固まる、現象が起きにくい。しかし、致命的な弱点があります。循環参照です。A が B を指し、B が A を指す。互いに指し合っているので、カウンターは両方1のまま0になりません。しかしルートからはもうたどり着けない。
つまり、これはゴミなのに、参照カウントだけでは永遠に回収できないのです。参照カウントの弱点を埋めるのがマーク&スイープです。発想は到達可能性そのものを定期的に全操作します。2つのフェーズに分かれます。第1フェーズ、マーク。ルートから参照をたどれる限りたどり、到達できたオブジェクトすべてに生きているという印をつけます。グラフを根から塗っていくイメージです。第2フェーズ、スイープ。ヒープ全体を端から端まで操作し、印がついていないオブジェクトをすべて回収します。そして次回に備え、全オブジェクトの印をリセットします。ここで重要なのは、循環参照が自動的に解決されること。A と B が互いを差し合っていても、ルートからたどり着けなければマークされず、スイープで一緒に回収されます。参照カウントが諦めたゴミを、マーク&スイープは確実に拾えます。代償は、ヒープ全体を操作するコスト。オブジェクトが数百万個あれば、その全部を見て回る必要があります。回収を繰り返すと新たな問題が生まれます。断片化です。オブジェクトを回収すると、その場所が空きになります。空きと使用中が虫食い状に混ざると、合計では十分な空きがあるのに、連続した大きな領域が取れない状態になります。大きな配列を一つ確保したくても、細切れの空きしかなくて失敗する。これを解決するのがコンパクション。生きているオブジェクトをヒープの片側に寄せて詰め直し、空きを一方にまとめます。ただし、オブジェクトを動かすとアドレスが変わります。そのオブジェクトを指していた参照をすべて新しいアドレスに貼り替えなければなりません。これがコンパクションのコストです。回収して終わりではなく、回収した後どう詰めるかまで含めて GC の設計が決まります。GC には一瞬カクッと固まるという悪名があります。ストップ・ザ・ワールド、世界を止めると呼ばれる現象です。なぜ止める必要があるのでしょうか。考えてみてください。GC がマークの最中、つまりオブジェクトのグラフをたどっている最中に、プログラム本体が参照を書き換えたらどうなるか。例えば、すでにマーク済みの領域から新しいオブジェクトへの参照が作られ、同時に未マーク領域からの参照が消される。GC は、これは到達不能とご判定し、まだ使われているオブジェクトを回収してしまう。これは致命的なバグです。だから素朴な GC は、回収の間プログラムを完全に停止させます。グラフが動かなければ、判定は必ず正しい。これがストップ・ザ・ワールドの正体です。ヒープが巨大なほど、この停止時間は長くなる。数百ミリ秒、時には秒単位。ゲームやサーバーでは、この一瞬の停止が大問題になります。だから現代の GC は、いかに止めないかに知恵を絞っています。全操作は重い。ストップ・ザ・ワールドも短くしたい。そこで効いてくるのが、長年の観測から得られた一つの経験則です。弱い世代仮説。内容はこうです。ほとんどのオブジェクトは生成されてすぐに死ぬ。ループの中の一時オブジェクト、計算の途中結果。生まれてはすぐいらなくなる。逆に長く生き残ったオブジェクトはその後も生き残り続ける傾向がある。ならばメモリーを世代で分けましょう。新しく作られたオブジェクトは新世代へ。ここはすぐ死ぬものだらけなので狭い領域を頻繁にスキャンする。ほとんどがゴミなので回収効率が非常に高い。何度かの回収を生き延びたオブジェクトだけを旧世代に昇格させ、こちらは広いけれど稀にしかスキャンしない。結果として毎回ヒープ全体を見る必要がなくなり、ストップ・ザ・ワールドは劇的に短くなります。全部を平等に調べるのではなく、死にやすい場所を集中的に。これが現代 GC の中心的なアイデアです。
ここまでの3つの方式を表で整理しましょう。参照カウント。循環参照は回収できない。回収は即時で大きな停止は起きにくい。Python や Swift が採用。ただし Python は循環を疲労補助の GC を併用しています。マーク&スイープ。循環参照も確実に回収。ただしヒープ前操作のため停止が長く、回収はまとめて起きる。世代別 GC。マーク&スイープを土台に弱い世代仮説で停止を短縮。循環も回収でき、停止時間が短い。Java や Go を現代の JavaScript エンジンが採用しています。万能の方式はありません。即時性が欲しいか、循環を確実に拾いたいか、停止を短くしたいか。何を優先するかで選択が変わる。トレードオフを理解して選ぶのがエンジニアの仕事です。教科書の方式が現実の言語でどう動いているか見てみましょう。Java は世代別 GC を高度に発展させています。G1GC や ZGC はヒープを小さな領域に分割し、停止時間を数ミリ秒に抑える並行回収を実現しています。Go は世代分けをせず、定例転使を最優先した並行マーク&スイープを採用。ストップザワールドをサブミリ秒に保つことで、サーバー用途に最適化しています。Python は参照カウントが主役。即座に回収しつつ、循環参照だけを別の世代別 GC が定期的に拾う。2段構えです。JavaScript の V8 エンジンは世代別 GC。単命オブジェクト用のスカベンジャーと旧世代用のマークコンパクトを組み合わせています。同じ自動メモリー管理でも優先する指標が違えば実装は大きく変わる。あなたが使う言語の GC を知ることは性能を引き出す第一歩です。最後に誤解を解いておきます。GC があってもメモリリークは起きます。GC が回収するのは到達不能なオブジェクトだけ。逆に言えば到達可能ならたとえ二度と使わなくても回収されません。よくある例がグローバルなリストやキャッシュにいらなくなったオブジェクトを入れっぱなしにすること。ルートからたどれてしまうので GC はまだ生きていると判断しメモリーは増え続けます。イベントリスナの解除忘れ、閉じたはずの画面の参照保持。これらは GC 言語特有のリークパターンです。教訓はこうです。GC は到達不能を片付けてくれる。しかし、論理的にもう不要を判断するのは依然としてあなたの責任。参照を切るのはあなたの仕事です。ガベージコレクションを一本の軸で振り返ります。GC の本質は到達可能性の自動判定。ルートからたどれるものは生かし、たどれないものを回収する。これがすべての土台です。参照カウントは各オブジェクトに数を持たせて例で回収する素朴な方式。循環には弱い。マーク&スイープは到達可能性を定期的に全操作する方式。循環も拾えるが停止が長い。世代別 GC はほとんどは若死ににするという経験則で死にやすい場所を集中的に見て停止を短くする。そして忘れてはいけない。GC が片付けるのは到達不能だけ。論理的に不要な参照を切るのはあなたの責任です。もういらない機械はどう判断するか。その答えは到達できるかでした。